この動画では、母艦船の解説をしていきます。が、その前にまず画面右に注目。自分はこのように、ブラウザを2つ開き、片方で観戦して、常にトップの動きが見えるようにしています。それでは本題ですが、母艦船に入る前に、画面左上、トータルマスを見ておきましょう。この数字は、味方全員の質量の合計を示していて、母艦船を始める目安になります。次に問題になるのは、母艦船をする場所です。基本的には、トゲのある場所で母艦船を始めましょう。言い忘れましたが、この母艦船は、防衛ではなく、攻撃視点です。攻撃側は、防衛よりも少ない質量で、戦うことになるので、母艦船にトゲが必要になります。さあ母艦戦が始まります。チームの質量を集めて、戦いに備えます。衛星の一人が、トゲを撃とうとしますが、冷静に対処されてしまいます。マスを渡し、もう一度トゲ撃ちを試みます。しかしこれもしっかりとガードする相手。それでもまだまだ後ろにトゲが残っています。トゲ撃ちは、仮にガードされても、相手を慌てさせ、ミスを誘う効果があります。そしてここで、差し込みが、決まったトゲ撃ちを避けようと、相手が母艦交代するタイミングでした。質量はほぼ同じになりましたが、衛星の人数分こちらが、有利です。一旦離れて、体勢を立て直します。また衛星にマスを渡してトゲを、撃ってもらいます。敵も形を組み替え、距離を詰めてきましたが、赤い敵のミスで、孤立してしまっています。これはトゲ撃ちのチャンス。ですが左の敵衛星に、ガードされます。トゲ撃ちを続けますが、うまく刺さりません。相手の衛星と母艦の間に入り、交代を阻止します。そこへ味方のトゲ撃ち。しかしミス。当たっていれば、勝敗に直結したかもしれません。衛星をかじられたのと、トゲ撃ちにマスを消費したので、こちらの方が質量が少なくなっています。ここでまた、味方衛星のトゲ撃ち。決まった。そして、敵のトゲ撃ちを避けながら、破片を食べています。これで一気に、形勢がこちらに傾きました。隙のない形を維持しつつ、慎重に敵を追い込みます。敵が他の味方と合流しましたが、まだこちらの方が、質量は上です。敵を下に逃がさないようにして、角に追い込みます。さあ角にやってきました。トゲを打って相手の形を、崩します。決まりました。長い母艦戦でしたが、無事勝利しました。ここからは、各プレイヤーの動きを見返して、より深く解説していきます。まずはこの場面、衛星がトゲを撃とうとしますが、壊しています。結論から言うと、このトゲを撃たなかったのは正解です。撃った場合、この辺りにトゲが来ますが、これをこちら側から、敵に撃たれる可能性があります。しかし壊してしまうのは、少しもったいない気もします。上の敵衛星さえいなくなれば、この位置のトゲはとても強いです。今回はさらに上にもトゲがありましたが、
それがこの後の差し込みに貢献しています。この差し込みですが、相手はいくつかのミスをしています。まずこちらから、トゲが来ているにもかかわらず、この球を大きくしてしまっています。ここは最後の分裂をせず、トゲを受け止めるべきでした。この形ならトゲを打たれても大丈夫です。もう一つのミスは、最後の母艦交代直前に、後ろに分裂していることです。この分裂で、直後の母艦交代を、相手に悟られる上、反動で交代がうまくいかなくなってしまいました。この時相手は、右下に分裂することで、トゲを避けつつ差し込みも封じることができました。孤立してしまうように見えますが、観戦で見ると後ろに、まだ相方の球があるので、大丈夫です。この選択肢があったので、自分は、相手が後ろに分裂したのを、見てからでないと、差し込みできませんでした。ここで一旦敵と距離を置いていますが、敵に増援がないのがわかっていれば、そのまま重なっていた方が良いでしょう。ここで敵の誘い込みがありますが、あまり良い動きではありません。一つの球に質量を集めすぎると、身動きが取りづらくなりますし、左にはトゲと、こちらの衛星もいます。その上ミスして、孤立させてしまっています。味方衛星がトゲを打っていますが、ここは慌てず、この二人で、この敵を食べてから、トゲを打ち始めるべきだったでしょう。最悪の場合、こちらからトゲを打たれ、負けてしまうので、自分はトゲから離れ、ついでに右の味方に質量を分け与えています。相手が衛星を食いに来ましたが、味方は分裂し、少しだけ生き残りました。たとえ小さくても衛星が、一人いることはとても大きいです。ここでも、ミスがなければ、逆転するところでした。実はこの時、自分は右下に行こうとしています。理由は右下に、食べやすい大きさの敵がいるからです。少し巻き戻してみましょう。ここです。観戦をよく見てください。食べれそうな敵がたくさんいますね。今は相手の方が質量が多いので、こちらで稼いでから、もう一度決戦を仕掛けに行くのも良かったでしょう。トゲ打ちが決まり質量で上回ったので、追い込みを開始します。ここで母体式ができそうな形になりましたが、この位置関係では下の球を衛星に入れるため、カーソルを上寄りにエイムする必要があり、相手が母体を読んで右下に分裂した場合負けてしまいます。追い込みは、マップの角に、相手を包み込むようにするのが、基本です。今の位置関係なら、A1 に追い込むのがいいでしょう。下に逃げられないことが重要です。相手の進行方向に狐を伸ばします。もう逃げられません。分裂した状態を維持することで、相手が下に行っても右に行っても、退路を塞ぐことができます。これで解説は終わりです。要望とモチベがあればまた作るかもしれません。